何でもいいんですけど、本当に自分が今やりたいこと、大人になったら叶えたいようなことをノートに書いてください。夢を叶える上で大事なことは何かっていうことでいつも語られるのが、やっぱりその才能のことがよく言われてる印象があります。もう小学校3年生4年生ぐらいになると、もう高学年ではもう明らかに物が違う子がなんとなく周囲に1人2人出てきて始めてきて、それが自分の子供だっていいんですけど、その確率はもう極めて低いと。やっぱり9割9分の人がやっぱり例えばサッカーで成功しようと思うと J リーガーになるのって東大に入るよりはるかに難しいと言われていて、もうそれは確率論でも明らかになっていて、じゃあ例えば5年生6年生で物が違う子たちは、彼らには才能があってそれ以外の9割9分の子たちは才能がないのかと。これを結構突き詰めて考えて、僕自身を振り返って自分の人生を子供の頃からどうやってきたかなみたいなことを考えながら、みんなが才能と思っているものっていうのが何なのかっていうことが分かれば挽回していけるし、特に低学年だともしかしたら 4,5 年後高学年になった時にいわゆる才能があると言われる側になり得るっていうのが僕の信条にありまして、その結論から言うと、人である以上才能の差はほぼないと。例えばなんですけど、めちゃくちゃ速く走るボルトっていう選手がいたり、めちゃくちゃうまいメッシという選手がいたり、バスケの選手でもレブロンみたいな選手が、いて、いろんなことをすごいと言われてる選手たちがいたとしても、あくまでも1レベルでしかないと。どんだけすごくてもメッシは空を飛べないし、限界値を決めるからこそ自信がなくなって楽しくなくなって、ピッチに顔を出したくなくなって、目の前の報酬すなわちスイッチにすがりつくと。仕事を頑張らないといけない、ダイエットしたいと思われる大人の皆さんが、食べたい飲みたいものを我慢できずに、仕事もやらなあかんところをちょっと休憩を長くしてしまって、やらないといけないタスクを翌日に回してしまうっていうのと全く一緒のことだと思うんです。そんなに才能の差は本当にないっていうことが分かればですね、もしかしたら確かに僕がどんだけ頑張っても 100m を9秒台で走ることはできないかもしれないです。 DNA の差が全くないとは言っていないです。ただめっちゃ小さいです。極めて小さいです。僕が本当に陸上選手だけを目指せば10秒台後半で走れたと思ってます。ちなみに僕はサッカー選手だったので走れません。むしろサッカー選手の中でも遅いって言われてます。知れてるじゃないですか。世界一は9秒5です。でも僕は自分が頑張ったら10秒後半では走れたんじゃないかっていうふうに思ってます。バスケでもそうです。だからサッカーのみんながね、みんなが頑張ったからといってメッシにはなれるとは言わない。でもちゃんとやることをやれば J リーガーにはなれると、こういうふうに僕は思っています。今うまくない1年生でうまくない子でもちゃんとやることをやれば、必ず J リーガーぐらいにはなれると思ってます。ここでやっぱり疑問に思うところであれば、じゃあ何をやることって何なのっていうところだともちろん思います。でこれはみんなが言う努力ですね。努力のダメなところっていうのはちょっと単発的な印象があることだと思ってます。一発頑張ったらちょっと努力したみたいな雰囲気なんで、最近は努力ってあんまり流行らないのかなっていうのがちょっと僕の中にあって、習慣を身につけるっていうことが、プロに、近づく一番の近道ですと。で練習することだけが習慣じゃないと思ってます。食事、睡眠、勉強で、サッカーはですね、僕も中学校1年の時からプロになるまで欠かさず書き続けたサッカーノートっていうのもあります。いずれも習慣だと思います。なので自分が朝起きてから寝るまで何をやってるのかということをノートに書いてほしいなと思います。
何でもいいんですけど、本当に自分が今やりたいこと、大人になったら叶えたいようなことをノートに書いてください。でそれを叶えるためには朝起きて寝るまで何をしなあかんのかをノートに書いてください。そしてそのノートを毎日書き続けてください。これが今本田選手が言ったちゃんとやるべきことをやったらという中身です。サッカースクールに週に2回3回4回行ってサッカーするだけがちゃんとやるべきことではないです。自分がなりたいこと、そのなりたいことを叶えるためにやらないといけないこと、これを書き出して、そしてそれを毎日続ける、習慣化するっていうのを、偉そうに言ってるんですけど、僕も日々挑戦しています。なんで人は習慣化ができないのかということだと思うんですけど、明日の利益よりやっぱり今日の利益なんですよね。そこにやっぱ勝てないんですね、人って多分。今日帰ってスイッチやるよね。30日間我慢して31日目にどんだけゲームをやってもいいって言われたら、それ30日間我慢できる？できる。我慢できるって言った子は多分親とこの後ミーティングが始まるから今日帰って。あ、いいね。あ、いいね。いいね、いいね。そう。それができる子はすごい。なぜなら人は子供だけじゃない、大人もやっぱりそれができない。やっぱり目の前のやりたいことを我慢できない。だから将来サッカー選手になりたいことと、なりたいっていう夢と今日やりたいことが結びついてないのが面倒なの、敵なの。やらなければいけないことっていうのはみんな分かってる。多分もうみんなもう子供でさえ分かってるよね。プロサッカー選手になるために何をやらないといけないのかって、みんな練習とかっていろいろ言うやん。合ってるよ。でも友達と遊びたいし、ゲームしたいし、欲が我慢できないのが大変なの。目の前のお金と1年後のお金、1年後のお金があまりにも不確定で、やっぱり今日のお金っていうのが多分すごい価値がありますと。でも1年後のお金とか1年後の報酬、1年後のこのメリットが目の前の報酬とは比較にならなかった場合、これこそが僕、目の前の報酬にもしかしたら打ち勝てる一つの原動力なんじゃないかって大人になって解釈するようになりました。でも問題は、できなかった時の人の目を気にしてしまうとか、社会のことがどうしても気になってしまうんで、大きな目標を立てない、言わないっていうことが起こってしまう。自分の身内にぐらい言っとくと、やっぱいい感じでプレッシャーを感じて誘惑に打ち勝って、大人が身につけるべき正しい習慣も身につけられるんじゃないかなっていうのが、僕がやってきた、そしてやっていこうと思っているやり方です。才能ではないんですよ。本当に習慣化こそが才能と皆さんが言われる、いわゆる能力を身につけさせるんですよね。唯一、親御さんの僕は責任が1個あると思っているのはですね、やっぱ子供が夢を持てないとしたら、それは僕一つ親御さんの責任だと思っていまして、あまりにも与える情報が狭いとか、魅力的な、世の中には魅力的な仕事があるとか、夢さえ決まってしまえばあとは習慣化するのは子どもたちなので、そこをサポートしてあげて、もらえればなと思います。